皆さんこんにちは、アンリです。今日は本日2026年5月21日に日本国内で正式発売されたメタ、つまり Facebook が手掛ける新世代スマートグラスレイバンメタ第2世代とオークリーメタヴァンガードそれぞれ73、700円から96,580円という価格帯の4ラインナップ、日本語ライブ翻訳機能、1200万画素カメラ、3K 画質の動画撮影、そして Google iGoogle I/O2026 で発表されたサムスン ×Google の Android XR スマートグラスとの2026年カハマ期スマートグラス戦争の幕開けについて AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。報道によれば本日5月21日、日本のメタ社がレイノ版メタ第2世代を73,700円からオプティクスを82,500円、HSTN を77,220円からオークリーメタヴァンガードを96,580円で Amazon、楽天、ヨドバシ、ビッグカメラ、メガネスーパー、ジンズ、ゾフなど主要な家電量販店とメガネチェーンで一斉に発売しました。それではこの日本上陸メタ AI グラスを4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションは4つのラインナップとそれぞれの位置づけです。1つ目はレイの版メタ第2世代です。価格は73,700円からレイ版の定番ウェイファーラーやメテオの形状をそのまま使ったファッション性重視のモデルです。日常使い、街歩き、カフェでの会話、こうしたシーンを想定した最もスタンダードなラインです。2つ目はオプティクス82,500円です。これは同入りレンズに対応したモデルで視力矯正が必要な方向け、レンズに度数を入れることでメガネとして毎日使える AI グラスというコンセプトです。3つ目は HSTN77,220円からオークリーのスポーティーなデザインをメタ AI グラスに適用したモデルで、ランニング、サイクリング、ゴルフといったアクティビティ重視のユーザー向けに設計されています。4つ目はオークリーメタヴァンガード96,580円です。最上位モデルでスポーツグラスの最先端デザインに高性能カメラ、3K 動画撮影、ライブ翻訳、AI アシスタントをフル統合したフラッグシップです。すべてのモデルで共通機能として1200万画素カメラ、3KHD 動画撮影、メタ AI アシスタント、ライブ翻訳、骨伝導スピーカー、マイクを搭載しています。2つ目のセクションは特にインパクトが大きい AI 翻訳機能です。今回の日本発売モデルで最も注目されているのがリアルタイム翻訳機能です。具体的には3つの使い方があります。1つ目は外国語の標識や看板の日本語音声読み上げです。海外旅行中、街中の標識、レストランのメニュー、案内表示をグラスのカメラが認識し、内蔵スピーカーから日本語音声で読み上げてくれます。これは英語が読めない、中国語が読めない、フランス語が読めない、こうしたシーンで極めて強力な機能です。2つ目は6月から段階的に拡大する二次言語ライブ翻訳です。グラスをかけたまま相手の話す言葉をリアルタイムで聞き手側の言語に翻訳して骨伝導スピーカーで伝えてくれます。例えば来日した外国人観光客と英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語、こうした二次言語でリアルタイム会話が可能になります。3つ目は訪日インバウンド観光客への対応です。日本の小売店、飲食店、宿泊施設のスタッフがこのグラスを装着すれば訪日観光客とのコミュニケーションが劇的に楽になります。逆に日本人が海外旅行に行く際も現地の言葉がリアルタイムで日本語に翻訳されるため、英語が苦手な方でも海外をより自由に移動できるようになります。3つ目のセクションは
Google IO2026SA ミリ秒エウング×Google Android XR グラスとの競合構図です。同時期Google は5月21日の Google IO2026 で SA ミリ秒永遠ギージェントルモンスターワービーパーカーと提携した Android XR スマートグラスを2026年秋に発売すると発表しました。これにより2026年下半期はメタ陣営つまりレイの版×オークリーのメタ AI グラスと Google 陣営つまりサーミリ秒アング×ジンテルモンスター×ワービーパーカーの Android XR グラスの二強競争という構図が確定しました。両陣営の戦略の違いは3つあります。1つ目はメタはメタ AI アシスタントをグラス側で完結させる方向、 Google はジェミニをグラスに統合し Android XR のエコシステム全体で連携する方向です。2つ目はメタはレイバンとオークリーという確立したアイウェアブランドと独占提携、 Google はサーミリ秒アンクジェントルモンスターワービーパーカーという複数ブランドで選択肢を提供する方向です。3つ目はメタはすでに日本上陸し量販店店頭で購入可能、 Google は2026年秋の発売予定という半年遅れのスタートです。重要なのはこれがスマートフォンの iPhone 対 Android という二強構図の再現になる可能性があり、2026年下半期は消費者がどちらの陣営の AI グラスを選ぶかで生活スタイルが大きく分かれるというインパクトを持っています。4つ目のセクションは日本人ユーザーへの影響と職場使用での倫理問題です。3つの観点があります。1つ目は訪日インバウンドと日本人海外旅行の両方の体験が激変するという点です。日本は2025年に訪日外国人数過去最高を更新。観光業界の対応力の差が競争力の決め手になります。 AI グラスを店員、ホテルスタッフ、ガイド、こういったフロントラインに配備するかどうかで観光業のサービス品質が大きく分かれます。2つ目は職場仕様の倫理問題です。 AI グラスはカメラを内蔵しており、装着者がいつでも写真や動画を撮影できます。装着者の意図に関係なく周囲の人にとっては常時録画されている可能性があるという不安がつきまといます。海外ではすでにメタ AI グラスを装着しての職場会議が社内ポリシー違反と判断された事例が報告されています。日本企業でも社内会議、顧客との商談、機密情報を扱う場面での AI グラス着用のルール作りが急務となります。3つ目は教育、医療、製造の現場活用の可能性です。教育では生徒からは見えない位置で教材の説明を教員に表示、医療では診察中患者の表情を撮影し AI で診断補助、製造では設備のメンテナンス中手順を視界に表示、こうした業務効率化の応用が期待されます。職場使用ルールが整備されれば日本の現場の生産性は大きく底上げされる可能性があります。ここまでの整理をまとめます。本日2026年5月21日、メタがレイの版メタ第2世代を73,700円からオークリーメタバンガードを96,580円と4ラインナップで日本上陸しました。1100万画素カメラ、3K 動画撮影、AI アシスタント、ライブ翻訳、
二次言語対応が共通機能です。 Google I/O に 1026SA ミリ秒英運具 ×Google Android XR グラスとの2026年カハマ期二強競争の幕開けです。日本では訪日インバウンド対応、職場使用ルール、教育医療製造現場で生活と業務の両面に大きなインパクトを与えそうです。スマートフォン革命以来最大のハードウェア競争が始まるというのが今日のメッセージです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で